梅雨の時期、太陽が顔を見せず、雨でじとっとした日が続くと、体が冷え、心も低調になりがちです。そんな時、日本発祥の食事法マクロビオティック、通称マクロビの知恵を食事に取り入れてみるのはいかがでしょうか。マクロビのベースとなるのは陰陽理論。暑い活動的な太陽が陽であれば、冷たく静かな月が陰。食べ物にも陰性が強いもの、陽性が強いものがあり、環境や季節、自分のタイプ、その時の体調に合わせて陰と陽をバランスさせる食事をとることで健康を促進するというもの。どんな食べ物が陰で、どんな食べ物が陽か、ヒントは自然の中にあります。陽が強い夏に育つ夏野菜は、体を冷やす陰性が強いものが多く、陰が強い冬に育つ根菜などは、体を温める陽性が強いものが多いです。季節ごとに地元で育った旬の食材を取り入れれば、自然と陰陽のバランスが取れてきます。じとっとした陰の季節、梅雨の時期はというと、季節の変わり目で旬の野菜がなく、夏野菜はお店に並び始めていますが、体を冷やす効果があるので、太陽の光をたくさん浴びて作られる陽性の高い乾物を普段の食事に積極的に取り入れてみましょう。私が夏の間滞在している長野県は高野豆腐の産地として知られ、なんと全国の生産量の9割を占めます。今回はそんな高野豆腐を使った梅雨の時期やこれからの台風の季節、夏の冷房で体が冷えてしまった時におすすめなマクロビレシピをご紹介します。高野豆腐は水で2、3分ほど戻し、蒸し器で5分以上、芯までプルプルと柔らかくなるまで蒸します。流水に当てて熱いので注意しながら絞り、水が透き通るまで洗います。一品目は高野豆腐そぼろが入った玄米のおにぎり。マクロビでは野菜を皮などを剥かずに丸のまま食べることで最大限に栄養を取り込むことが可能とされますが、その中でも玄米は白米のように精製されていないため栄養価が非常に高いだけではなく、陰にも陽にも偏らない中庸の食材です。すでにバランスが取れているため、季節を問わず主食として積極的に取り入れたい食材です。下処理をした高野豆腐2個は小さくちぎってそぼろサイズに、すりごま大さじ1、醤油麹大さじ1を合わせたら、生姜1かけをすりおろし入れ混ぜ合わせます。フライパンに米油を熱し、そぼろ状にした高野豆腐をさっと炒め、合わせておいた調味料で味付けをします。大葉は千切りに、高野豆腐そぼろと炊きたての玄米、大葉を混ぜ合わせおにぎりに。食欲がないときはお味噌汁、お漬物と合わせれば、それだけで元気になるランチになりますね。2品目は高野豆腐のわかめはさみ焼き。ミネラル食物繊維が豊富で中庸の海藻は和食には欠かせない存在。玄米と同じく積極的に普段の食事に取り入れましょう。乾燥わかめは水で戻します。お出汁は昆布を一晩浸水させたものを。椎茸のお出汁は陰性ですが、昆布のお出汁は陽性。体を温めたい時におすすめです。生姜1かけをすりおろし、お出汁1カップ、甘酒小さじ1、醤油小さじ2を合わせ、わかめを漬け込みます。
下処理した高野豆腐は真ん中に切れ込みを入れ、ポケットを作り、表面に薄く塩麹を塗り、15分ほど置いて下味をつけます。高野豆腐のポケットにわかめを詰め、米油を熱したフライパンで両面がきつね色になるまで焼き上げれば完成です。ボリューミーでおかずになる一品、わかめの歯ごたえが野菜のようですよ。3品目はくず粉あんで体が温まる茶碗蒸し風。下処理した高野豆腐半分は手で小さな一口大にちぎり、適当な大きさの器に入れます。昆布のお出汁 200ml、豆乳 200ml に塩麹小さじ1を加えたら、アガー小さじ2を加えよくかき混ぜます。アガーは寒天に比べて仕上がりの口当たりが滑らかになるのが特徴です。豆乳お出汁を火にかけ、沸騰させアガーを完全に溶かします。高野豆腐と豆乳お出汁を合わせ、冷蔵庫に入れ固めます。固まったら冷蔵庫から出し、食べる前に常温にしましょう。その間にあんを準備。昆布のお出汁1カップ、練り梅小さじ3、くず粉大さじ1を合わせます。くずは体を温め、腸の働きを助ける効果がありますので、あんを作ったりとろみをつけるのに使ってもいいですし、寝る前にくず湯を飲んでリラックスするのもいいですね。よくかき混ぜたら強火にかけ、かき混ぜながら透明になりとろみがつくまで加熱します。茶碗蒸し風に熱々のあんをかけていただきます。体が芯から温まり、梅干しのクエン酸で季節の変わり目に低下しがちな代謝も高まりますよ。最後の一品は高野豆腐のくず粉唐揚げ。下処理した高野豆腐2個を手で適当な大きさにちぎります。醤油小さじ3、生姜汁小さじ1を高野豆腐にもみ込み、15分ほど置いて下味をつけます。すりおろした長芋大さじ2、薄力粉の代わりに大豆を丸のままひいた大豆の粉大さじ1と2分の1を合わせ、下味をつけた高野豆腐をよく揉み込みます。くず粉をしっかりとまぶしたら、フライパンに多めの油を熱し、揚げ焼きにします。高野豆腐と言われなければわからないくらいの完成度。そのままでももちろん美味しいですが、しっかり衣がついていて冷めても美味しく食べられるので、お弁当に入れるのもおすすめです。マクロビの世界は奥が深く、引用を考え始めると何をどう食べればいいのか迷いがちですが、大前提は自然のものをなるべく自然な形で食べること。農薬を使わず、地元の自然のサイクルの中で育ったものを丸のまま化学調味料などを加えずに食べれば、気づかないうちにマクロビ生活になることでしょう。太陽も出てきました。また次回に。See you next time!